かり。This is Daizo Kanazawa Sensei, an instructor at the headquarters of Shotokan Karate-Do International Federation. He is the second son of Hirokazu Kanazawa Soke. During his student days, he was passionate about basketball rather than karate, and after graduating, he became a company employee. After working for 6 years, he finally began practicing karate seriously. He practiced diligently every day, feeling the pressure of being seen as the son of Hirokazu Kanazawa Soke by his friends and seniors. Today, Daizo Sensei will demonstrate the key points he emphasizes in his daily instruction. 私の場合は基本をやはり大事にしていまして、といいますのも今教えている道場はですね、小さい子どもからやはり宗家の時代からのお弟子さんでやはり年配の方なんかいる時にやはり、体の使い方というか基本の立ち方からやはり基本的な動きっていうのが一番重要だなというふうに痛感してますので、これはどのクラスでも徹底して、やるようにしております。立ち方で、鍛錬の、鍛の部分でまずやはりしっかり立ち方の、この膝ですね。私はいつも言うのはどの立ち方でもやはりこの前膝の、ポジション、基本の時はやはりしっかりこれを固めた状態で腰を動かす。これによって股関節の操作、股関節の操作を覚えると同時に、これはですね、ただ最初はその基本そこだけだと思っていたんですが、結果としてやはり膝をしっかり安定させて体を使う、もちろん土台が安定しますから状態も安定してくるっていうのもあるんですが、やはり年を取ってきてやはり関節硬くなったり、やはり筋力が落ちて関節に負担がかかるようになってくると、これが安定してないで一生懸命体を動かしているとやはり膝を悪くしたり、もともともう始められた時から膝がちょっと痛いっていう方なんかが、いましたので、やはりこの基本の段階で膝を動かさない、これはもう怪我の予防、もしくはやはり技術的な部分もそうですけども特に注意してやっております。ですから前屈立ちをして、例えば腰の回転をしてもしっかり膝が安定している。でこれは前屈立ちだけではなくて、例えば後屈立ち、後屈になった時に腰をやはり大きく動かす、腰を切る動きをしようとしすぎて引っ張りすぎてしまうと、今度膝がまた内側に入って不安定な立ち方、なおかつ自分の中心がずれていってしまうので、とにかく自分のしっかり中心に合わせた安定した立ち方を作るようにっていうのをやはりしっかり教えるように意識しております。これが本当に年配の方のですね、膝がもう痛いけども空手を続けたいっていう方には、まずこの立ち方の基本、そしてやはり技を最後に残していくためには、例えばしっかりやはりシンプルなものでもしっかり意識を集中して狙うところ、そして内側の意識の集中ですね、こういったものを徹底してやる。蹴りについても、蹴りを若いうちはもう高く蹴ることももちろん一つですけども、年とともには高く蹴ることだけではなくて、やはりしっかり狙ったところをしっかり正確に蹴れれば、それは技として残るものだと思ってますので、そういったことを心がけて教えております。先ほどの基本にもつながるんですけども、組み手で使う技の中に私は後ろ蹴りを使うんですけども、後ろ蹴りっていうのはどうしてもやはり後ろに回って蹴る動きになってしまうと、少し後ろ蹴り本来の動きとは違って蹴りがどうしてもこう回って横の動きになってしまう。実際に後ろ蹴りを使おうとした時に、前蹴りと逆の動きになってきますから、それをしっかり前蹴りと逆の後ろのこの横の動きができるだけない後ろの動きにするために、先ほどの基本の延長の中で、応用ですけども、前屈立ちをしっかり止めた状態から中心軸をしっかり目線を意識した状態、そこから
重心の移動、まだ前足はこの前屈立ちのままですね。そこから膝の回転、この時に横の動きが入らないようにしっかりパスする。そうするともうここで前蹴りの抱え込みのような状態、これを今度は後ろにしっかり伸ばしていく。まずは一つずつ先ほど言ったように分けてやる中で、少しずつ1挙動も速く、ね、これはどうしても肩の回転、頭の回転が入って横の動きが出やすいんですけども、それを残さないでしっかり蹴る、そういうような形で練習して、この動きが、試合に出た時は、割と後ろ蹴りが決まったっていうのがありますね。ですからこれも一つのこの立ち方の安定、基本の動きの一つの成果かなというふうに思っております。体の回転から入ると、蹴りだと分からなくても何か動いてるなっていうのがやはり分かってしまうので、なおかつこの蹴る時の両足ですね、これがやはり回っていくような動き、遠心力に負けて間が空いていく動きになると、やはり横の動きになる、体が大きく回っても先に悟られてしまうっていうのがあるんで、体からいかないようにして体を残すような動きで入っていく。確かに、そういうこの横の動きが入らないように、あとはやはり競技的な動きとか、やはり相手をつけない、あとは、いわゆる、寸止めの動きというか技が多いと、やはり実際の決めとか、やはり当たった時の強さというのが意識できなくなってしまうので、私は補助運動としてやはり沖縄でやられているような、鍛えですね、小手鍛えなんかを取り入れて、やっております。まずはもうシンプルにね、もうこうですね。こうですね。こういうものと、あとは実際こう当たって締める瞬間ですね。この全身の締めっていうのがやはり普段の基本の稽古では養えない部分になってきますので、こういったものも普段の稽古でも取り入れて、この体の締め方ですねを、指導をしております。皆さんいろんな年齢の方が空手というものをやって、いろんな目的で、やられている方いると思いますけども、やはり空手というのは一生涯できるものですし、また、国際勝闘館はどこに行ってもですね、海外に行ってもたくさんの支部がありますので、ぜひ、例えば旅行の一つのプランでも結構です。例えば転勤とかいろんな事情でどこかに行ってもですね、空手の道場を探していただいて、ぜひ続けていただければ、嬉しいなというふうに思います。年を取ってからもできる、やはり空手は我々もですね、しっかり勉強してそういったものを指導できるように心がけますので、皆さんも長く続けてください。